大事なことなのでもう一回言います。ノーブラお辞儀です。どうも美ボディ研究部部長の佐久間美音です。はい、ついに1年半以上かけてみんなとコツコツ作り上げてきたみんなで作るナイトブラが完成し、先日オフィシャルサイトも公開されましたが、DM にね寄せられる数々の心配になるサイズ選びの質問を見ていて、このままじゃあかんということで急遽ねこの動画を撮っております。今までサイズ表通りに購入したのにいまいちしっくりくるブラに出会えていないとか、安いブラだったから仕方ないのかなとか、あのブランドは微妙、あの下着屋さんが私と合わないだけとか、そんなことをね思ったことがある方はいませんか？もちろんその通りのこともあるかもしれないけど、もしこれから紹介するサイズ選びでやりがちなミスを自分やっちゃってたなと思われた方は、そこをね改善しないと、どれだけ高級な下着屋さんに行ってもミアーのブラを使ってくれてもしっくりこないと思います。ということで今日は1、やりがちなミスと正しいサイズの測り方、2、カップサイズとトップとアンダーの差、どっちを優先して選ぶべき、3、ミアーの購入の仕方、サイトの見方、こちら3つをご紹介していきます。それでは本日も美ボディ研究部スタートです。レディゴー。はい、ということでまずはナイトブラ選びでやりがちな2つのミス。1つ目は普段使っているカップサイズが本当は合っていない。これはね気づいている方と気づいていない方がいると思います。気づいていればまだこうやってしっかり動画を見てくれると思うので、正しいサイズに出会える確率は上がりますが、問題はね気づいていない場合、しっくりは来てないけど、でも下着屋さんで採寸してもらってあなたは何カップですって言われたもんとか、トップとアンダーの差をサイズ表に当てはめたらあなたはこのカップですって出たもんと信じて疑わない方、そりゃ疑わんわな、あなたが悪いわけじゃない、1+1は2です本当なんて疑えって教育されてないですもんね。でもね詳しくはこの動画を見てほしいんですが、ブラのサイズ表、実国家規格に関してはあくまで目安、しかもその目安の範囲があまりに広い目安です。過去にねインスタで調査したアンケート結果でも半数以上があのサイズ表は当てはまらないと、そのサイズより大きいサイズをつけた方がしっくりくると回答しています。なので正しいカップサイズが知りたい方は、私はこの神回の動画の測り方がベストだと思っています。そして2つ目は説明をよく見ないこと。わかりますよ、めんどくさいよね。今この説明もねいいから早く測り方はって飛ばされちゃってるかもしれませんが、そういう方は説明はいいから早くサイズ表私はいつも C の75をつけるから当てはめるとこれか、購入。届いて着てみて、なんかこれも微妙じゃん、あれ微妙だったよみたいなことがよく起こります。悪気なくブラというものはもうサイズ表を見て購入して、合うものに出会えるかどうかはブランドさんとの相性次第みたいな感覚が無意識に刷り込まれていて、自分の測り方が間違っているかもなんて概念がもうないから、測り方を載せててももうそこは視界に入ってこないなんて方もいらっしゃいませんか？こうやって客観視するとね、うわ私だーと感じてる方もいらっしゃると思います。それだとやっぱり美胸からは遠ざかっちゃうので、それでもいいっていう方ならもう何をどう選んでもご自由だと思うんですけど、せっかくミアのブラで美胸になりたいと、美ボディ研究部で可愛くなりたいと思ってくれてる方は、私もねできるだけ分かりやすく説明できるように努力するので、みんなはミアのサイトにも正しいブラの測り方っていう特設ページを作っているので、この動画と合わせてねぜひしっかり見て測って購入していただければなと思います。それではお待たせしました。ここからはそんなミアのナイトブラを選ぶ際の正しいサイズの測り方を実際に私がやってお見せします。はい、ということで私は今バンドをつけていますが、皆さんが測るときはもう何にもつけないノーブラの状態で測ってください。サイズ選びに必要なのはバストのトップサイズとアンダーサイズ、この2つです。トップサイズとはお胸の膨らみの一番高い部分から胴体を一周した長さ。アンダーサイズとはお胸の膨らみのすぐ下の肋骨周りを一周した長さです。まずトップサイズの測り方ですが、こういう100均にもあるので柔らかいふにゃふにゃのメジャーを用意してもらって、必ずブラは着用せずに90度お辞儀をして測ります。大事なことなのでもう一回言います。ノーブラお辞儀です。どこどこの誰々がブラをつけたまま測っても大丈夫って言ってましたとか、こういうやり方でもいいですかとかは一旦横に置いていただいて、他でもそうだとは思うんですけど、一応ミアのナイトブラにおいてはノーブラお辞儀でお願いします。 OK ですか？
そして鏡を見ながらメジャーを床と平行になるようにトップバストのラインに持っていきます。この辺りですね。床と平行になるように背中側の位置がずれないように90度お辞儀をして、体が硬い方はこう膝とか曲がっちゃっても猫背になってもバストのトップの位置がしっかり立っていればいいので、45度くらいだとまだ斜め下に重力がかかるのでお胸がちょっと垂れちゃってる状態になってるので、しっかりと背中から床まで垂直にお胸を立たせて軽く押さえながら測ってください。私は今バンドで押さえながらですが、ノーブラで測ると85センチでした。続いてアンダーバストは起き上がった状態で大丈夫なので、バストの膨らみのすぐ下を床と平行になっているか確認しながら測ります。油断すると背中の位置とかこうやって落ちちゃうので気をつけてください。しっかり床と平行になっていることを確認して測ると、私の場合は62くらいです。お肉のつき具合によってもね、アンダーバストは結構変わりやすいので、そこで出たトップとアンダーのサイズと好みのゆとりをミラーのサイトのマイサイズを見つけるっていうボタンから自動計算ツールに入力すれば、あなたにぴったりのサイズを見つけてくれるシステムを導入してみました。で、好みのゆとりの部分ですが、しっかりを選ぶのがおすすめな方は、普段ワイヤーブラをつけたまんま寝るような方やホック付きのナイトブラとかでしっかり締め付けた状態で寝るのがお好きな方で、ふんわりを選ぶのがおすすめな方は、今までノーブラで何もつけないで寝ていたような方や、寝るときはあんまり締め付けられたくないっていう方です。開放感はある方が好きだけど、ふんわりを選んだらちゃんと支えられないんじゃないかと思われる方もいらっしゃると思いますが、普段ねノーブラで寝ていたような方が無理してしっかりめを選んでも結局ね使わなくなってしまいますし、ふんわりといってもブカブカになるわけではないので、気持ちゆったりめかしっかりめかくらいの差です。特に流れを防ぐだけじゃなくて成長させていきたいと思われているような方は、あんまり血流を圧迫せず少しくらいねゆとりがある方が成長しやすいので、そういう面も含めて自分はどっちタイプかなと考えて決めてみてください。あとふんわりタイプは生理の時とか食べ過ぎちゃった時とか、人間日によってはリラックスしたい日もありますし、しっかりタイプは毎日の日中使いには美ボディ研究部としてはおすすめできませんが、たまにはねお休みの日とか家の中でもしっかりワイヤーブラつけるのは今日はしんどいなみたいな日にはルームブラとして使うのもありだと思うので、使い分け用に数枚持っておくのもおすすめです。続いてこのサイズ表を見て質問の多かったカップサイズで選ぶのとトップとアンダーの差によって選ぶのはどっちがいいのっていう質問についてですが、これはね先ほどのナイトブラ選びでやりがちなミスをしっかり見てくださった方ならもうお分かりかと思いますが、答えはトップとアンダーの差です。このカップの部分はサイズ表をよーく見ると書いてあるんですが、これは冒頭にお話しした JIS 規格の目安のカップサイズに過ぎないので、本当は載せたくないくらいなんですが、ミラーをね買ってくださる方はみんながみんな部員ではないと思うので、やっぱりね見慣れたカップサイズの記載がないとクレームといいますかサポートセンターにね問い合わせが殺到しちゃうことが予想されるので、一応載せたに過ぎない目安です。もちろんねこの動画でしっかりと自分の本当のカップサイズを把握している方であればカップサイズを見て購入されても問題ないんですが、この動画を見てない方はカップでは選ばないでほしいというのがプロデューサーの本音です。そもそもねどっちを優先させればいいのと疑問に思った時点で、おそらくトップとアンダーを測って差を出したけど、その差の横にあるカップサイズがいつも使ってるサイズと違うんだよなという昭和から改定されていない JIS 規格の罠にはまった方だと思うので、そういう方は先にこの辺の動画も見ていただけたら今後のあなたのビムネライフに役立つと思います。ミアーのナイトブラはそんなサイズ表の問題をみんなに協力してもらったおかげで、数千数万件のアンケート結果からより令和の女性の体に合ったサイズ分けでお作りしています。なのでしっかり先ほどお見せした測り方でトップバストのサイズとアンダーバストのサイズ、そしてゆとり具合を選んでマイサイズを見つける自動ツールに入力してもらえば、今までなんかしっくりこなかったような方にもフィット感のあるサイズをお届けできると思いますので、ぜひねこの部分だけはめんどくさがらずにしっかり測って選んでみてください。それでは最後に昨日アップされたほやほやのミアーのオフィシャルサイトの見方をご紹介していきますね。概要欄にリンク貼ってあるので動画を聞きながらサイトを見ていただいても大丈夫です。
PC 版とねちょっと見え方が違ったりするんですけど、スマホで見る方が多いかなと思うので、今日はスマホで紹介していきますね。すごくね素敵な写真をたくさん撮っていただきました。ありがとうございます。上から見ていくと、まず今は先行発売仕様になっているので、先行発売の先着100名様に挑戦される方はこの購入はこちらっていうところからお先に詳細を確認しておいてください。そうで、ごめんなさい、私先行発売の日の3枚セットはバラバラのサイズも選ぶことができると思ってて、ちょっとどっかでバラバラ選べると思うよとか言っちゃってたかもしれないんですけど、先行発売日限定のお得3枚セットはそれぞれバラバラのサイズを選ぶことはできないシステムになっているようで、その分3枚お得セットで購入すると 10% オフ、さらに私と3分間直接オンラインでお話しできるっていう先行発売日限定のセットになります。で、戻ります。ホームに戻ってきました。で、その下にトピックスっていうのがあるんですけど、ここは横にスワイプしてもらうと今のところ3つですね。このアバウトエッセンシャルナイトブラを押すと、みんなで作るナイトブラができるまでの1年半の歴史をギュギュッとまとめたページになっています。サムネイルをポンと押すと動画に飛べるようになっているので、気になる動画があれば見てみてください。で、また横にスワイプでこのニュースミアーデビューっていうところを押すと、先行一般発売についての詳しいことが書いてありますのでチェックしておいてください。そしてもう一つ、これ Find My Size っていうところを押してもらうと正しいサイズの測り方特設ページに飛びます。多分今日のこの動画もね後々どこかしらに入ってくると思います。あと今はちょっと文字だらけで見にくいかなと思うので、イラストもおいおい入ってくると思います。そしてホームにまた戻って、でここからはミアエッセンシャルナイトブラについての説明ですね。ポイントが3つありますよと。ミアは皆さんにたくさん協力してアンケートとか数万件以上答えていただいたおかげで独自のサイズ展開ができて、しかもなかなか普通はサイズが見つからないっていうレアゾーンの方も救いたいという思いで作ったので、 XS から SMLSGMGLG という7サイズ展開でより多くの方に使っていただけるサイズ展開にしていますっていうところと、あとこのマイサイズを見つけるの仕組みも自慢のこだわりポイントです。そして2つ目のポイントが、ちょっと詳しく説明してるとねそれだけで1時間ぐらいの動画になっちゃいそうなので、詳しくはサイトを見ていただきたいんですけど、試着会の動画でもねすごいバージスラインのフィット感が違うって気づいてくださってましたが、特殊な秘密構造を施しております。そしてポイント3つ目が、私の自己満で作ったわけじゃなくてみんなの声をたくさん反映させて作りましたっていうところですね。プロデューサーコメントはなんかちょっと恥ずかしいな。最後にインスタなんですけど、さっき1つ投稿されたからちょっと9枚の絵がずれちゃってるけど、なんかこれ押すとインスタに飛べるみたいです。この手なんなんやろうね、私無意識なんですけど、なんでこんな手に、はいという感じですね。で、この右下に出てるお化けちゃんみたいな顔のマークを押すとサポートセンターのチャットに飛べるようになっているので、何かサイトをしっかり見てもどうしてもわからないこととかありましたら、私はどうしてもコメントを一人一人にお返しするっていうことが難しいので、ミアに関する質問は営業時間内に、チャットで聞いていただけたらなと思います。で、ちょっと見えにくいけど左上に3本ラインがあるんですけど、ここを押すとメニューが出てくるので、ホームはホームですね。で、プロダクトっていうのが商品で、今はまだ先行発売仕様になっているので、12月17日から一般発売もスタートになるので、単品での購入の方法とかもここに追加されていくと思います。で、トピックスはさっき横に画像をスワイプしてもらったものと同じですね。コンタクトはさっきと同じチャットに飛べるようになっています。で、アカウントを押すとアカウントを先に作っておくことができるので、先行発売ガチ勢組様は配送先とかね先に登録しておけば、もう当日ポンポンポンって選ぶだけで購入できると思うので、先着100名様にも入りやすくなるんじゃないかなと思います。以上ですかね。はい、まだブランドもねサイトもオープンしたてなので、まだちょっと見にくい部分があったりするかもしれないですけど、みんなの声を聞きながら少しずつレベルアップしていくと思いますので、昨日もね早速みんなから届いた質問をチームの方に共有したら、もう早急に対応してくださって、1日でかなりレベルアップしてるんですよ。これ正直すごいなと我がブランドチームながら尊敬しております。ありがとうございます。なのでここからもさらに進化を遂げていくと思いますので、引き続きミアーの
合うは私たちのはみんなのっていうことですからね、みんな自分のブランドだと思って一緒に支え合って盛り上げていただけたら嬉しいなと思います。ということで今日はナイトブラを選ぶ時のやりがちなミスと正しいサイズの測り方、そしてカップサイズとトップとアンダーの差はどっちを優先して選ぶべきなのか、そしてミアサイトツアーについてご紹介させていただきました。購入前にはね必ず確認してほしい動画なので、周りにもミアの購入を考えてくれている方がいらっしゃいましたら、この動画見てからサイズ選んだ方がいいよって教えてあげてください。それでは今日の動画の参考になりましたらグッドボタン、チャンネル登録、そしてコメントで感想やリクエストもお待ちしています。ではまた次回の部活でお会いしましょう。またね。